皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前回の動画に引き続き、今回もべき乗則型式に含まれる反応次数についてお話しいたします。前回と同様に最も簡単なべき乗則型式について考えます。今、反応物 A が1式に従って変化しているとき、反応速度式は2式で与えられます。1式において A は両論係数を表します。また2式において R は反応速度、CA は反応物の濃度、T は反応時間、K は反応速度乗数、N は反応次数を表しています。それでは質問です。質量作用の法則によれば、両論係数と反応次数は同じ値になるはずですが、多くの場合、これらは異なります。なぜでしょうか。わかりやすくするため、両論係数が1である3式のような反応を考えましょう。この時の反応速度式は4式で与えられます。質量作用の法則によれば、反応次数 n の値は両論係数と同じ1になります。しかし、実験データから決定される n は、おそらくこれよりも小さな値となるでしょう。この主な理由として、ここに示すような2つが考えられます。前回の動画では、1番目の理由について説明しました。今回は2番目の理由について説明します。3式が素反応でない場合、本式は与えられた反応物からどのような生成物が生じるかを表す総括反応に過ぎません。この場合、実際の反応はもっと複雑であり、正しい反応速度式は質量作用の法則により与えられる4式のようなべき乗則型式にはなりません。例として酵素反応を考えましょう。酵素反応では反応物のことを基質と呼びます。よって以下ではこれに従います。5式は酵素反応に対する最も簡単なメカニズムです。これによれば、基質 S は直接生成物 P へ変化しません。それは最初に酵素 E と複合体 SE を形成し、その後生成物となって酵素から離脱します。この時、酵素は反応を迅速に進める触媒として作用し、全体の酵素濃度は反応の前後で変化しません。5式によれば、6式のようなミカエリスメンテン式が導かれます。一方、S から P への変化だけに着目すると、5式は7式のようになります。これは酵素反応に対する総括反応に過ぎません。ここで E は反応の前後で濃度が変わらないため、反応模式から除外しています。7式に質量作用の法則を適用すれば、反応速度式は8式のように与えられます。ここで KO は酵素濃度を含めた速度乗数を表します。質量作用の法則が成り立つならば N は1なのですが、ここではわざと N のままで表しています。6式と8式の形は根本的に異なるため、その違いが計算結果に現れることは明らかです。それでは両者にどれぐらいの違いが生じるかを
基質濃度の時間変化データを使って調べましょう。今、酵素濃度を一定にし、基質初濃度を変えていくつかの反応実験を行ったものとします。本反応では、この酵素濃度において、最大反応速度 Vm とミカエリス乗数 Km がここに示す値を持つことが分かっています。これらの値を6式へ適用すると9式が得られます。液中の基質及び酵素の濃度を均一にするため、反応液はマグネティックスターラーにより十分に混合されました。最初に S0 イコール 1×10 のマイナス5乗モルパーリッターとして反応を行い、5分間隔で反応液をサンプリングして基質濃度を測定しました。このデータをプロットすると、基質濃度が S0 から時間とともに指数関数的に減少する図が得られました。そこで8式による計算値が実験データに適合するように式中の KO と N の値を決定しました。その結果、10式を得ました。質量作用の法則によれば、式中の指数 N は1のはずですが、実験データから得られた N は1よりも小さな値になりました。図中の実線で表した計算値は、実験データによく一致しているので、多くの人はこれで満足することでしょう。しかしながら、10式は本酵素反応に対する正しい速度式ではありません。9式と10式の違いは、基質初濃度を変えて測定した実験データへ10式を適用したときに生じます。さずに基質初濃度を変えて得られた実験データを丸の記号で表しています。実線は9式による計算結果です。S0 イコール 1×10 のマイナス5乗モルパーリッターの時と同様に、基質初濃度が異なる場合でも、基質濃度は指数関数的に減少することがわかります。実験データは酵素反応により得られたものなので、その反応メカニズムに基づき導かれた9式による計算結果とよく一致しています。渦は10式による計算結果を実験データと比較したものです。計算値は S0 イコール 1×10 のマイナス5乗モルパーリッターの時の実験データにはよく一致していますが、この濃度以外では計算結果は実験データと全く一致していません。これは質量作用の法則により導かれたべき乗則型式が酵素反応を正しく表すことができないことを示しています。ところで、10式中の N は1よりも小さくなっています。これは酵素反応の反応次数が基質濃度の大きさの違いにより0次と1次の間の値を取るからです。酵素反応の反応次数については後の動画で詳しくお話しします。以上からべき乗則型式中の反応次数 N が両論係数と同じにならないことが多いのは、3式のような反応模式が素反応ではなく、総括反応を表しているにもかかわらず、反応速度式を質量作用の法則に基づきべき乗則型式で与えたことによります。反応は多くの場合、いくつかのステップを経て起こるため、反応速度式はもっと複雑になります。生成物が反応物から一つのステップで生成するケースは非常に少ないので、質量作用の法則の適用には注意が必要であることを覚えておいてください。ただし、後の動画で説明しますが、べき乗則型式は化学反応の特徴を理解したり、解析の簡略化のため、複雑な反応を禁じしたりする際によく利用されます。
このことも覚えておいてください。今回の動画では、劇場即型式反応次数その2についてお話ししました。その内容をまとめます。1、質量作用の法則に基づき設定される劇場即型式では、反応次数が理論的に反応模式中の量論係数と等しくなるが、実際の反応の反応次数はこれよりも小さなものになりやすい。2、この理由には主に2つのことが考えられる。その2つ目の理由は、反応模式が素反応でなく相括反応を表しているにもかかわらず、反応速度式を質量作用の法則に基づき劇場即型式で与えたことによる。3、反応は多くの場合いくつかのステップを経て起こるため、質量作用の法則の適用には注意が必要である。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。